どうもこんにちは。今日はこの新コード版のねバーガンディのローファーを完成させたいと思います。これ前回釣り込み、そして若者ソール張りまで来ましたよね。その後マッケイ縫いをお願いするという話だったんですが、マッケイを縫ってもらって、でその後ねヒールの積み上げとかね仕上げを終えたところです。でこれがマッケイ縫いから帰ってきた状態です。マッケイは中底を縫うので木型を抜いて縫ってもらう必要がありますね。木型を抜いて送って縫ってもらった状態です。そしてまた木型を入れ直してヒールとかつけてたんですが、これで完成したので木型をまた抜きます。マッケイ製法の場合は製作中に1回木型を抜くっていうね工程がありますね。でこの木型を入れた後にはよく手目を叩いて糸を潰しています。で中はこんな感じで木釘が見えてますね。木釘を本底から中底にぶち抜いているので、これが飛び出してますね。切ります。靴の中を見ると縫い目はこんな感じになってますね。中底の端から8ミリぐらいのところをマッケイ縫いの糸が見えます。つま先の方すごく奥まってるんですけど、これ縫えてます。ちゃんと縫えてます。マッケイ縫い用のミシンっていうのはこういったつま先のすごく奥まってる部分まで縫えるような形状になってますね。僕はそのマッケイ縫いのミシンは使ったことはないですし、使えないので専門の底縫いの業者さんにお願いしてます。でこの糸さっき叩いてたんですが、糸が直接足に当たって違和感感じる場合もあるので叩いて潰しておきました。そしてソール底面から見るとこんな感じで糸が見えてますね。普段動画で制作しているようなドブ起こしをしてマッケイ縫いをすればこの糸は見えないんですが、今回自分のということで気にしないのでオープンチャンネルドブ起こしをしないまま縫ってます。ハンドソンウェルトやグデアウェルトの場合は靴の外側にあるウェルトとアウトソールを縫い付けるので、この縫い目はもう少しソールの端の方に寄るんですよね。4ミリ3ミリぐらいですよね。マッケイ製法っていうのは靴の中を縫ってますので、ハンドソン製法に比べると少しソールの端から離れた場所に縫い目があるのが分かると思います。また縫い目のピッチも6ミリぐらいですね。マッケイ製法の場合は縫い目が中に隠れてしまって外に全く見えてこないのでデザイン的な意味がないんですよね。ハンドソン製法の場合はデザイン的にこの縫い目を美しく見せるっていうのがありますが、マッケイ製法はその必要がないため耐久性を保つぐらいのピッチで縫ってます。逆にこれ細かく縫っちゃうとそれだけ中底にたくさん穴が開く、中底にたくさんダメージを与えるということになるので、むしろあんまり細かく縫いすぎてはいけないんですよね。2足貼ります。それでは最後にこの靴を磨きながら解説していきます。クリームはちょっと制作中にも入れてたんですけど、最後にねこれねディアマントシュプリームの全身のクリームですね。名前が変わる前ですね。まず今回このローファーは何のために作ったかというと、今度新企画さんにちょっとお邪魔するので、そこでね、靴をお見せしたいなと思ってて、でせっかくなんでローファーで作って自分で履きたいなと思ったんですよね。でそれをお見せしたいなと。すごいですね。ちょっとでこのローファーは絶対コード版合うなと思ってたので、これのねサンプルをちょっと作ってみたいなっていうのと、
その新企画さんにお見せしたいなというのと、あと僕がねちょっとローファー欲しいなっていうまあいろんなのがあって急ピッチで作ったんですよね。で、せっかく作るならサンプルとしての役割ももちろんあるんですけど、ちょっと実験もやってみたいなということで、ローファーは末形製法をちょっと作ってみたかったんですよ。一般的に末形製法何がいいかと言われてるかというと、帰りがいいですよね。柔らかい、ウッドイヤー製法に比べて柔らかいっていうところとか、あとはデザイン的に華奢にできるっていうところとかね。なのでイタリアの靴に結構多いんですよね。デザイン的にちょっとねスタイリッシュな感じで、そして柔らかく履く堅牢な感じではないっていうところで、結構靴好きだと末形製法なんてとかって思う方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、末形製法とかセメント製法なんてって思う方いらっしゃるかもしれないですけど、それぞれね、いいところ悪いところ製法のポイントがあって、で確かに末形製法はその柔らかさのところとか、華奢にできるっていうところがあるんですね。でそもそもハンドソンウェルテッド製法を岸田枠では作ってますけど、ハンドソンウェルテッド製法ってグッドイヤー製法よりも柔らかいんですよ。これはもう作りの性質的にそうなんですけど、実際末形製法と比べたらどうなのかなっていうところがありまして、ハンドソン製法でかなり柔らかいので、別に末形製法の柔らかさってハンドソン製法で十分できてるんじゃないかなっていうのがまず一つ、そこを確かめてみたい。あとこれはハンドソン製法ではなかなか難しいところなんですけど、コバ幅ですね。このコバの張り出しの部分、この部分、このローファーはこれギザギザしてるじゃないですか。これウィールで跡をつけてるだけで実際には縫ってないんですよね。さっきお見せした通り、この少し奥まった部分、中底側を縫ってるので、このウェルトはただの飾りです。ただ靴全体を引き締めるためにこのウィールのギザギザの跡だけをつけてます。こうして見ていただくと分かるんですけど、すごく出幅が少ないですよね。出幅が少なくなるように削ったんですが、これはなかなかハンドソン製法では難しいですね。一応フルハンドメイドでやるブラインドウェルト製法とかっていうのがあって、出幅を狭くできるやり方もあるんですが、普通のハンドソン製法の作り方すると、このウェルトの部分縫いが入るじゃないですか。あまりコバ攻めすぎると出し縫いまで削っちゃって切っちゃうとか、そういうことになっちゃうので、コバ幅の攻められる限界はありますよね。ただこの末形製法の場合はウェルトのこのコバ幅の部分ってただの飾りなので、極論言えば別になくてもいい。アッパーにビチビチにくっつくぐらいにコバを削り込んでもいいんですよ。今度そうするとアッパーが障害物に当たって傷がつきやすくなるというのもあるんですけどね。コバっていうのは車でいうバンパーみたいな存在でもありまして、飛び出てるものとかにまず最初にこのコバが当たってくれてアッパーに当たらないっていう、そういう役割もありますので、コバを攻めていくとアッパーが傷つきやすくなるというのはもちろんあります。ただデザイン的にねすっきりするので、あんまりボリューミーな感じな靴は嫌だなとか、この服装にはごついんじゃなくてスタイリッシュな靴を履きたいなみたいな場合には、こういう末形製法のコバ幅の少なさっていうのはすごくいいですよね。その2点だと思います。柔らかさとデザイン的にコバ幅を少なくできるということで、このコバ幅を少なくするとハンドソン以上にできるので、末形製法の確実な利点ですね。この柔らかさっていうのはちょっと履いてみないことには何とも言えないところですね。それを確かめてみたいというのがあって、今回末形製法で作りました。ローファーはそういうドレスシューズとちょっと違った用途、使う場面だったり気持ちっていうのがあると思うので、もっと気張らず履きたい、リラックスして軽く履きたいっていうところに、もしかしたらこの末形製法っていうのはかなりマッチするかもしれないので、今ハンドソン製法でしか作ってないですけど、今後もしかしたら末形製法でそういうオーダーを受けられるようにするっていうのもありかもしれないので、それの実験として作りました。末形製法って中底を直接縫うからオールソールの回数が少なくなるみたいなことを言われるんですが、極論言ったら確かにそうですね。ベルトの場合はオールソールするときにこのベルトがいっぱい穴が開きますよね。でそれでベルトがダメになった場合、
ベルトを付け直すリベルトっていうのができますよね。でそのベルトを付け直してまた何度もオールソールをしてベルトがダメになったらまたリベルトをするっていうことが一応できます。無限ではないんですけどね。このマッキー製法の場合中底を直に縫ってるのでオールソールをするたびに中底に穴が増えます。ということはハンドソン製法のリベルトっていう工程がないんですよね。中底を交換するっていうことになります。そうするとハンドソン製法、グッドイヤーベルト製法よりもオールソールに耐えられる回数が少ないということですね。でも極論言えば中底を交換できますのでアッパーそのままに中底を作り直してまたオールソールを可能にできたりとかっていうこともありますし、人生で何十回もオールソールスってことはないと思うので、耐久性の面ではそこまでね深く考えることでもないんじゃないかなと思いますね。そのオールソールのところまでを考えて、いや履き心地やデザインが気に入ってるけどマッケイだから修理のこと考えたらやめとこうっていうほどのねことではないんじゃないかなと思ってます。ちょっと軽く最後にワックスにしますか。この新コードバンの光沢透明感素晴らしいですね。この靴バーガンディで作ってるので何のローファーを思い浮かべるといえばあれですよね、オールデンのローファー、バーガンディのローファーやっぱり有名じゃないですか。僕は実はねオールデンのローファー一度も所有したことがないんですが履いてみたかった憧れの靴の一つではありますね。オールデンってかなりやっぱり武骨な感じがねローファーでも出てるんで、キシザワークとしては MTO モデルのアルダーもオールデンのちょっとある意味でオマージュみたいなところがあるんですけど、今回のバーガンディで作ったものはオールデンへのちょっと気持ち的にねオマージュみたいなところもありまして、バーガンディのコード版のローファーでドレッシーなモデルだったらどんなもんなのかっていうのがこれです。オールデンのダークバーガンディ結構色の差があってもうちょっと暗めのものの方が多いような気がするので、これ結構ねそれに比べるとボルドーっていうか赤っぽい感じですけど、コバの色をオールデンのローファーをオマージュして黒くしました。濃茶にしようかなとかって思ったんですけど、オールデンのバーガンディの靴ってコバが黒いのであえてそっちに寄せてみました。オールデンはアメリカの会社で使っているコード版ホーインもアメリカの会社ですが、岸沢君は日本の会社なので新企画日本のコード版を使うというねジャパンメイドのローファーです。ローファーってこういうコインローファー結構学生っぽいと思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、いや全然そんなことはなくて、そんなことはなくてというか確かに学生は履いてますよね。なぜか学生の成果がローファーになってるんで、学生履いてるの見かけますが、もともと別に学生の履物ではないのでね、スリッポンとかっていうのは貴族が室内で履いてたものから派生して、でこのコインローファーはIB ファッション、アメリカの IB ファッションでねすごく広まったローファーだと思うので、確かに IB ファッションはね学生がしてたかもしれないですが、もともと別に学生が履いている靴ではないので、その辺はね気にせずデザインが好きであれば履いて全く問題ないと思います。そして学生が履いているローファーとはねまた全然雰囲気が違いますし、このローファーを履いている人を見てなんだ学生じゃんって思う人は、ね、いないと思いますはい、ということで岸沢区のローレル新企画の新コード版、色はバーガンディで作ったモデルです。実際製品ではハンドソンウェルテープ製法なので若干見た目は違いますが、ほぼこんな感じです。僕の足に合わせて少しねこの辺にちょっとボリューム感を出してますね。非常に美しいですね。このコードバンってやっぱ天然との相性、この天然モカとの相性がすごくいいんですよ。これちょっとご飯進むんじゃないですか手縫い感ぷくっとして、そしてちょっとうねうねして、若干このつまんだ部分が少し色が抜けてるような感じもありますし、
結構破壊力があると思いますね。またちょっとねつま先のボリューム感がいいですよね。ただこれ実際これめちゃくちゃわずかな差なんですけど、今回先芯を溶剤芯を使ってるじゃないですか。本当は革の芯使うのでもう少し綺麗なボリューム感が出ます。溶剤芯の方が厚みが薄いので木型で設定した狙ったライン通りにならないですね。革の芯の厚みが来ることを想定して木型そしてデザインを作っているので若干イメージが変わってきます。もう少しボリューム感というかこう綺麗なラインが出ますね。このモカのあたりのラインとかが、はい、こんな感じです。もう早くね履きたくてしょうがないんですよ。実はね、あさってぐらいに木型抜いて完成させようかなとかって思ってたんですけど、ちょっと履きたくてしょうがなくて完成させちゃいましたいやーかっこいいなこれ。ちょっとじゃあ履きます。おお普段出したことない声出しちゃった。ちょっともう自然にシワ入れちゃいますね。かっこかわいいですね。柔らかさのところでいくと確かに柔らかいです。ただ形製法によってどれだけ柔らかいかというとなんかハンドソン製法と柔らかさ自体は正直言ってそこまで大きく変わらないような気もしますね。そもそもこのローファー紐靴よりも柔らかく履けるように作ってますしっていうのもあるですが、多分柔らかさのところで言うとこのマッケイ製法かハンドソン製法か、ちょっと今履いたばっかですけどまだ全然馴染んでないんですけどね、その製法の違いというよりは素材の違いの方が、素材っていうのはアッパーの素材の違いの方が大きいのかなという、パッと受けた印象ですね。ただここからね履き込んでいくと、もちろんより柔らかくなっていくと思うので、またちょっとねこのエイジングも兼ねてレポートできたらなと思います。いやついにコード版のローファーを手に入れてしまいましたね。コード版のローファーは所有したのは1足ですかね。以前ブログでも紹介したラルフ・ローレン別注のクロケット製のローファーなんですけど、あれだけですね確か。あとはホースバットのジャコメッティのローファーは何足か持ってたことあるんですけど、でそのラルフ・ローレンも手放してしまったので唯一のコード版のローファーです。このコバ幅の部分って結構人によってはコバ幅ねマッケイで削っちゃうのもったいないな、ハンドソーンの少し出てるコバ感がいいんじゃないかと思う方いらっしゃると思うんですが、実際こうしてみるとコバ幅狭いんですけどちょっと見えます。むしろマッケイでやるならもうちょっと攻めてもいいかなぐらいな感じですよね。見た目としてはあんまりハンドソーンとね正直今変わんないかもしれないですね。結構攻めたつもりだったんですけどまだいけましたね。いいですねこれ。新企画の方々にお見せするのは楽しみですね。新規企画にはこれとあと MTO モデルのサンプルと以前作ったこの新コード版で作った1足目の靴、この辺りを持っていってねお見せしたいと思います。ちなみにこっちの色がコニャックでこっちがバーガンディということで新コード版ローファーの制作でした。また少し履き込んで機会あればレポート動画出したいと思いますのでよろしくお願いします。それではまた。